はいどうも皆さんこんにちは。今回は南京事件についてお話ししていきます。南京事件というと現代でも歴史問題の一つとしてよく知られている事件です。外務省のホームページには南京事件に対して日本政府はどのように考えていますかという Q&A 項目が設置されており、日本政府としては日本軍の南京入城後非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えていますと書かれています。しかし南京事件について詳しい内容を知っている人は少ないでしょう。一体どのような事件だったのか、今回の動画で確認していきましょう。第二次上海事変の勃発により規模が拡大した日中戦争を受けて、日本は大本営を設置しました。大本営というのは天皇の下で陸海軍が戦争を指導する最高機関のことです。この大本営が置かれたことにより、日本は本格的な戦争体制を整えたことになります。しかし大本営には総理大臣の参加が認められていませんでした。当時の総理大臣は近衛文麿。彼はこのままでは軍部と政府の方針がバラバラになると考えて、方針を統一するために別の会議を開くべきだと要求します。こうして大本営のメンバーに政府の主要メンバーを加えた会議を開催することが決まりました。これが大本営政府連絡会議です。この大本営政府連絡会議でこれ以降の方針が決定されていきます。これまでの戦況を振り返ってみると、盧溝橋事件によって日中戦争の火蓋が切られ、中国北部で戦線は拡大。この戦いが中国中部に飛び火して第二次上海事変が勃発。海軍も戦いに参加したことで一気に戦線が広がりました。日本軍としては中国を攻撃して大打撃を与えよう、そうすれば降参するだろうという考えで戦っていましたが、中国軍は降参することはなく、後ろに下がりながら抵抗する作戦を取ったため、戦線が拡大していく一方でした。このような状況を見て軍部や政府が考えた方針は、ある程度追撃した後は和平の道を探るべきだという方針でした。戦いに消極的な態度をとっていたのです。しかしこの中でも意見の違いは生まれていたため、陸軍、海軍、政府に分けてそれぞれの考えをもう少し詳しく見ていきましょう。まずは陸軍の考えからです。陸軍の作戦を立てる参謀本部は参謀総長、参謀次長、作戦部長の順番に偉いです。当時の参謀総長は観音宮琴仁親王、つまり皇族でした。皇族の権力者が発言したらその意見に逆らうことができないという理由から、建前上は重要な案件には発言しないとされており、当時実質的に一番偉かったのは参謀次長の多田隼夫です。彼は不拡大方針をとっており、南京は攻略すべきでないという考えを持っていました。しかしその下の下村定は拡大方針をとっており、南京を攻略するべきだという考えを持っていました。つまり陸軍内部では不拡大方針と拡大方針で分かれていたという状況です。では海軍はどう考えていたのかというと、基本的には口出しをしないと考えていました。なぜなら日中戦争は中国大陸での戦いです。つまり陸での戦いがメインとなるため、主導権は陸軍にあると考えたのです。こうして海軍は陸軍の考えに追従するという方針を取るようになりました。特に第二次上海事変は海軍の苦境を救うことからスタートし、陸軍がそれを助けてくれたという経緯がありますので、海軍としては恩があります。今度は海軍が陸軍に協力するという気持ちがあったでしょう。最後に政府はどう考えていたのかを見てみると、発言を控えていました。もしもここで軍に対してこの辺りで戦いをやめよう、停戦の交渉をしようと主張したならば、統帥権の干犯だと言われる可能性があり、政治のシステム上口出しをしにくい状況だったのです。こうなると政府は軍部に任せるという意見で、海軍は陸軍に任せるという意見になります。そんな陸軍の内部では参謀次長と作戦部長の間で方針が対立しているという状況だったのです。しかしこのような中央の情勢とは違い、現地軍は戦いに積極的な態度をとっていました。中国軍を追撃しよう、南京を攻撃するべきだと考えていたのです。とはいえ現地軍の中でも大きく分けて2つに分けることができます。1つ目は第二次上海事変が起こった当初から戦っていた軍、
2つ目は途中から広州湾に上陸して戦った軍です。最初から戦っていた軍は3ヶ月にわたる激戦を戦い抜いた後であり、当然疲れが溜まっていました。少し休んでから中国軍を追撃しようと主張していたのです。しかし後から参戦した軍は中国大陸に上陸してからまだ数週間しか経っておらず、戦いらしい戦いもしていませんでした。ということで直ちに南京を攻略しようと主張していたのです。こうして後から参加した現地軍が勝手に南京へ向かい始めると、他の軍もそれにつられて進軍を開始。中央が設定していた戦闘地域を越えて南京へと向かっていきます。こうなるとあとはドミノ倒しです。たくさんの航空部隊が出動して逃げる中国軍や占領すべき都市を爆撃。当然その都市に住んでいた人々はパニックに陥り逃げ惑います。このように爆撃され焼け落ちた都市に日本軍が殺到。彼らは南京一番乗りを目指して激しい先陣争いを演じながら進軍していったのです。こうして現地軍が独断で行動を始めたことを受けて、陸軍中央もそれを追認。結局大本営から南京攻略の許可が出た頃には、すでに現地軍は南京から100キロ程度の場所まで迫っている状況でした。しかしそこに重大な問題が潜んでいました。このような経緯から分かる通り、南京攻略はもともと作戦の中に入っておらず、予想外の行動です。そうなるとあらかじめ予想していた食料も足りなくなり、補給が追いつかなくなります。しかも進軍のスピードは先陣争いでどんどん上がったため、完全に補給が置いていかれました。こうして先に進んだ各部隊は食料や物資を現地調達する必要に迫られ、至る所で中国人の村落を襲い略奪を行うという事態が発生していきます。そのように規律を失った日本軍が南京に到着しました。南京というのは当時の中国の首都です。高さ約18メートルの壁やその外側にある水堀で囲まれており、防御力を高めた城塞都市でした。この南京攻略においての日本側の作戦は、包囲して撃滅するという作戦で、主に東側と南側から攻撃をし、一部の兵を回り込ませ、逃げ出そうとした中国軍を待ち伏せして倒すという作戦でした。対する中国側の作戦は、最初は徹底抗戦するが、ある程度の抗戦を行った後は包囲される前に撤退する、その上で持久戦に持ち込むという作戦でした。こうして日本軍は南京めがけて砲撃を行い、攻撃を開始していきます。しかし中国軍の高い城壁と門を活用した必死の抵抗により、なかなか城内に入ることはできず、日本軍も苦戦を強いられました。とはいえ中国軍は初めから撤退することを決めていたため、次第に士気が下がってきていました。その間にも日本軍は南京の包囲を進めていき、中国軍は脱出が難しくなってきます。しかし蒋介石は南京を一定期間は死守しろと命令していたため、最終的に中国軍は脱出する機会を逃してしまい、包囲されてしまいました。中国軍の中には武器を捨てて軍服を脱ぎ、城内に設置されていた安全区に逃げる者も多数おり、脱出しようとする兵も出てきます。ついに日本軍が城内に侵入すると、中国側の崩壊が始まり、約15万人の中国軍は出口を求めて北西へと逃走。しかし出口には日本軍が待ち構えていました。日本の包囲網を破って退却を試みて、実際に脱出することができた部隊もいましたが、長江を渡るための船は奪い合いとなり、川を渡って逃げることができた人々は約3分の1という凄惨な退却となったのです。こうして中国軍は混乱に陥り、南京は陥落、日本軍によって占領されることになりました。しかし先ほども言った通り、この頃の日本軍は不十分な補給で戦っていました。身体的にも精神的にも限界です。そんな状況で彼らは、南京を落とせば首都陥落、つまり勝利だ、この戦いが終われば日本に帰れる、そのような思いを胸に必死に我慢して戦っていたのです。ところが以前お話しした通り、中国は都を南京から重慶に移しており、南京が陥落したからといって戦争は終わりません。その現実を知った時、日本軍の中には大きな失望が広がりました。しかもこの戦いでは多くの中国兵が降参したため、数万人規模の捕虜が出ました。日本兵に食べさせる食料がないのですから、当然中国人の捕虜に食べさせる食料もありません。こうして日本兵は困り果て、上司の指示を仰ぎますが、ある上司は殺せと言い、ある上司は釈放しろと言ったと伝えられています。そのような経緯で日本軍はいわゆる敗残兵の掃討を行い、
降参した中国兵の大部分を殺してしまったのです。これが南京事件です。さらに中国兵は追い詰められると軍服を脱いで庶民の中に紛れ込むという手段を取っていたため、安全区に逃れた中国兵を捜索するということが行われました。そうなると当然安全区にいた民間人にも被害は及び、多くの市民が捕まって殺されます。このような日本軍の行動は国際的に大きな非難を受け、かえって中国人の抗日意識を奮い起こさせました。この時に殺害した人数については数千人という説から約30万人という説まであって、事件の全容は明らかではありません。さていかがだったでしょうか。大本営や政府が戦いに消極的な態度を取る中、積極的な態度を取る現地軍に引きずられ、南京事件が起きてしまいました。しかしこの南京事件の裏側では、戦いを避けようとする日本と中国の間で和平交渉が行われていました。ということで次の動画ではトラウトマン工作と第一次近衛生命についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。